皆さんこんにちは、ガジログです。今回はエトエの D2 Pro というプロジェクターをご紹介したいと思います。エトエ様の方から商品提供の方していただいたものになります。このプロジェクターは YouTube や Netflix、またプライムビデオ、こういった映像サービスをこの本体の中から投影することができるシステムも組み込まれています。一体どんなスペックになっているのかね、ちょっと開封の方楽しみだなと思います。まず最初にこちらを開封し、中身の確認をしていきたいと思います。そして後半にはレビューの方をお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では開けていきたいと思います。まず最初にクイックスタートガイドが入っています。いくつかの言語で書かれていますが、しっかり日本語翻訳された説明が書かれています。そして付属品が入っていると思われます。はい、開けてみますと、こちらにね、ユーザーマニュアルが書いてあります。プロジェクター A1172 という型番のようですね。そして電源ケーブルが入っています。こちらのコネクターは8の字のメガネタイプになってますね。そしてね、こういったリモコンも入っていますが、Netflix、プライムビデオという風に直接ね、起動ができるようになっていますし、そして真ん中に Google のね、音声アシスタントのアイコンもついています。このあたりもね、ちょっと楽しみになりますが、後ほどね、使ってみたいと思います。こちらがですね、その本体になりますけど、今ね、上から見ているところになりますが、私の手のサイズと比べましていかがでしょうか。こんな感じになっています。これは手のひらサイズで、この表面の位置と同じぐらいになっています。すごい小型ですね。思ったよりすごい小さいなというふうに思います。しかもこのように取っ手がついているのが嬉しいですね。ちょっと持ち運ぶ時に滑って落としてしまうという心配もなさそうです。ではね、そのまま外観の方ちょっと見ていきたいと思いますが、まずこちらの上部になりますけど、こちらが電源ボタンになっています。電源はこの裏側にあります DC のケーブルを使って先ほどのアダプターと接続する形になります。また USB と接続することも可能ですし、また HDMI 端子もついています。一番右側にはですね 3.5mm のイヤホンジャックもついています。このあたりもねすごくいいですね。夜間静かに使いたいという時にこういったね有線ケーブルが使えるのもいいなと思います。そして背面になりますが、こちらはね網状になっていまして排気ができるようになっています。前面にも同じように網状になっていまして、こちらからは排気が出るようです。そしてサイドを見てみますと、両サイドにスピーカーが搭載されています。下側になりますが、ひっくり返してみますと、この本体の型番とともに三脚などに接続できるネジ穴がついているのも嬉しいですね。また滑り止めがねちゃんとついていますので、滑りにくくなっているのもいいなと思います。そして気になるところとしましては、マスターパワー 57W ってありますが、常時ではないにしても 57W の最大の消費電力ということになっています。そしてね、一番目玉になりますが、プロジェクターの投影部分になりますが、結構大きなレンズが入っています。そしてめちゃめちゃ綺麗ですね。ではこの後初期設定をして使っていきたいと思います。まず初期設定の最初はシステム言語を選ぶ形になりますが、なんと日本語はですね、一番下にありました。次にスクリーンに投影画像を合わせる調整をしています。私が今使っているスクリーンはロールカーテンを使っているので、なかなかねちょっとデコボコしている感じはあるんですが、それでもねこういう調整機能がありますので、ある程度綺麗に収めることができます。そして Android TV はお持ちの Google アカウントでログインすることが必要になります。というわけで、ようやく初期設定が終わりまして、やっと使える状態になりました。例えば HDMI に切り替えますと、ゲーム機やパソコンと接続することも可能になっていますので、この大きなビッグスクリーンでそれらの映像を楽しむことができるようになります。また USB メモリに入っているデータを再生することも可能になっています。そしてこちらの設定になりますが、先ほどの大まかな設定に対しましてより細かな設定ができるようになります。投影法とありますが、ひっくり返すこと、そして上下逆転ですね。さらに反転していますが、また戻ってきました。そしてメディア設定になりますと、先ほど画像がね明るいとこありましたけど、大まかに出ていたものがより細かく調整することができます。そして台形補正、垂直補正、水平補正、さらに4点補正というものがあります。角の位置を微調整してより見やすくすることができます。今右上の部分を微調整して合わせています。続けて右下の部分も調整していきますけども、スクリーンの右角を見ていただくとちょっとずつね変わっていくのが分かります。最後に左下と左上を調整していきまして、スクリーンに対していい感じになっています。
そして今調整したものをリセットしたい場合は台形補正リセットを押します。その他の設定になりますが、スクリーンセーバーの開始時間も調整することができます。このように様々な設定ができます。ではこれからコンテンツを楽しみたいと思いますが、 Amazon プライムビデオを押してみたいと思います。もちろん Amazon プライムビデオの会員でないと再生できないものがほとんどになりますけども、そのアカウントでログインすればこのように表示されます。また Google アシスタントを使って YouTube を開くこともできます。 YouTube を開きます。今試したのがリモコンにあります Google アシスタントのボタンを押しました。ボタンを押した後に YouTube と発生しますと Google アシスタントが YouTube を起動させてきてくれます。 YouTube が起動しますとこのように一覧でまず表示してきてくれるわけですね。ここから選んでいきます。では私の一つの動画を見てみたいと思います。皆さんこんにちは、ガジモンです。こちらの音声はプロジェクター本体から出ている音になりますけども、こういうね大画面とともに自分の動画を見るのもなかなか珍しいですけど迫力ありますね。音量に関しましてはリモコンの方で簡単に調整することができます。このように様々なサービスと連携させることができますので、もし何か加入されているものがありましたらアプリをインストールして楽しむことができます。ちなみにリモコンには Netflix と Amazon プライムビデオの専用ボタンがあります。専用ボタンは非常に便利なんですが、それ以外のものに関しましては Android TV 上でアプリを追加して使うことになります。ちなみにアプリっていうところにありますが、このプラスのマークを押しますとアプリの選択で様々なコンテンツを追加することができます。例えば NHK と契約されている方であれば NHK プラスというものがありまして、ログインする必要はありますが、プロジェクター上でそちらを閲覧することができます。というわけで今回エトウェ D2 Pro というプロジェクターをご紹介しました。この中に入っています Android TV は実は箱ミニというねストリーミングデバイスが使われているようです。また背面の HDMI や USB 端子で別のデバイスと接続することによっていろんなコンテンツをねさらに楽しむことができるんじゃないかなと思います。また本体は小型ながらにもあったかい排気がね出てきますので、長時間使っていますと部屋の中が暑くなってしまう可能性もあります。ただほとんどの方は夏はエアコン使って過ごしていると思いますし、冬ならばその排気でね少し部屋が温まるかもしれませんのでね、そのあたり問題ないのかなと思います。今回こういったデバイスを初めて使ってみたんですけども、やっぱり自分のチャンネルを含めまして大画面でコンテンツを見るっていうのはすごく新鮮でしたし迫力がありました。皆さんもぜひ体験してみるのはいかがでしょうか。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。